皆さんこんにちは。いつもご視聴ありがとうございます。前回プレゼント撮りの動画を上げたんですけど、その時にですね、ちょっとなんか面白いコメントが何件か来ましたのでですね、ちょっとだけ紹介させていただきたいと思います。こんなことやるの初めてですけど、ちょっと笑かしていただいたのでですね、一つ目はですね、かずみさん、また1年願いを込めて出刃包丁を研ぎながらユージポンの黄金の右手に鍛えたいと思います。出刃包丁を研ぎながらっていうところはめちゃくちゃ笑いました。女性の方なんですけど、多分自分より2個ぐらい上の女性の方なんですよね。自分より2個上の女性の方が出刃包丁を研いでる姿を想像してめちゃくちゃ笑いましたね。あともう一つこちらですね、262広地塩田さん、ですね、お疲れ様です。ユージポンに賄賂を渡したい。チュールが一番喜びますね。賄賂なしです。賄賂はなしでいきたいと思います。はい。これも超笑いました。あとこちらはですね、サブローハカイダーさんコメントいただきまして、今うちの奥さんとビデオを拝見していて、来年は応募してみようかと話していました。いいとこだけどうすればいいだろうと悩んでおりました。俺奥さんが悩んでたんだと思いますけど、かっこ応募もしてないのに。これも笑いましたね。応募してねえのにいいとこどう料理しようか悩んでる奥さんの姿が想像してめちゃくちゃ笑ってしまいましたね。これぜひ応募してください。ぜひ応募してください。よろしくお願いします。それとですね、このポロメリアさん、とりあえずプレゼントの内容を確認できて当選したところまでのイメージトレーニングが完了しました。これも笑いましたね、めちゃくちゃ。もうほんまほっこりさせていただけるコメントばっかりで、4件ですかね。あったんでですね、もうこんなコメント紹介とか初めてですけど、でなんでこのコメント紹介しようかと思ったかというですね、優勝者を決めたいと思います。この4名の中から一番笑ったでしょう。はい、この私たち夫婦が一番笑ったでしょうを決めたいと思います。優勝はサブローハカイダーさんのいいとこだけどうすればいいんだろうと悩んでおりました。応募もしてないのに W このサブローさんにサブローハカイダーさん優勝ということで、サブローハカイダーさんにはですね、ぜひ何かお送りしたいと思いますので、板棒柿が溜まってます。板棒柿をお送りします。この動画を見てたらぜひコメントください。連絡ください。何か板棒柿と何かいいだこいいだこやっぱりいいだこかな。送りたいと思いますので、見てたら連絡ください。締め切りは1週間以内ということでお願いします。見てたら連絡ください。よろしくお願いします。はい、笑かしていただいてありがとうございました。皆さんおはようございます。寒いですね。何年ぶりかの、もう10年ぶりぐらいの12月らしい12月。今年はよく風も吹きます。朝って実は4時より7時の方が寒いですよね。今が一番寒いです。なんかチヌが、今日はチヌを狙った方がいいんでしょうか。でもこっちは新生の黒貝。今日も指はまだ順調ですね。なんかちょっと海の雰囲気変わってきましたね。潮なのか、潮でこんな感じなのか、それとも水温下がったからなのか。魚っ気なんかね、こっちぐらいしかなかったですけど、ヒラメも見えだして、この網には当たってませんけどね、ヒラメも最近見え始めて、メタとかね、小潮でチヌが取れるなんてね。小潮って言ってもいろんな種類があるんですよね。小潮と思えないような大きい潮もありますし、大潮と思えないような小さい潮もありますしね。
が1枚拾えるでしょう。15ありそうです。こっちの網は結構いい溶岩が。これすごいですね、この一匹。さっきのチヌもそうでしたけど、もうチヌも寒くなったんで、もう結構太ってきましたね。1月になったらね、もっと良くなりますね。2月になるともうさらに良くなります。2月のチヌなんかね、もう油すごすぎてね、自分はもうほんと3切れぐらいしか食べれないですね。爪の上に泥が入っちゃって真っ黒になってますけど、いい晩ご飯のおかずができました。最初のチヌが置いたところが良さげだったんでね、ちょっと帰ってきたんですよね、漕ぎながら。でもやっぱりさすが潮返しがいいっぽいですね。今日小潮なんでね、3時間前には完全にこんな丘の方でも潮とろみますんで、こっちはいいですね。こっちはちょっと痩せ気味ですけど、比べたらもうはっきり分かりますね。こっちの方が肉厚なのがね、プリプリ。でもヒラメもだいぶ超えてきましてですね、めちゃくちゃ痩せたんですけど、11月は今はもうかなりいい感じですね。チヌ同様ですね。この辺が良さそうですね。もうちょっと変えてみようかな。もうほぼ幻になってきてますんで、あまり狙わずにちょっと今日はやっていきます。よいしょ。と思ったらチヌおらん。ここじゃないんかい。今日久しぶりの波なんですよね。ずーっともう波がある日ばっかりで、やっと寄島も紅葉しだしました。なんと12月に、昔は11月中旬にはしてましたけど。ですね、もうカットなぐらい悪い網だったんですよね。だからちょっとごと変えてみたんですけど、よかった。ここヒラメいるとこじゃないですけどね、本当にマジでいるとこじゃないようなとこです。エビ狙いで来たんですけど、まさかこんな両型の、うわ重い、3キロありそうだな。超えてるでしょうね。洗わない。さっきのより格段にいいですね。こっちも洗わないと。ヒラメの状態で漕ぎ出して何分後かに当たったのが大体推測できるんで、多分あそこで当たったんだろうなと思っていってもね、そこ狙っていっても、2番連続で入ることはないですね。
んまにもう潜り込んだんでしょうね。まあ、もちろん数も全然少なくなってますけど、おー、いった。大きいんだな。やっといい方のが来ましたね。おるんじゃな、まだ。まあおるんでしょうけど、潮の具合でね。あともう急激に寒くなったんで、カニさんたちも動かないのでしょうね。まあとにかく一つ二つ目今日やりました。ただなんとなくもう同じところやってても連続してね、いいものがある感じじゃないんで、もう先々行ってみますね。ちょっとだけ晴れてきました。伝わるかな、紅葉が。県北なんかもう余裕で散ってるでしょうけどね、今やっと紅葉です。よりしも完璧なおかずを、なかなかね、この綺麗な形でなかなかここに引っかかってたんですけど、本当に素晴らしいおかずが。見れるだけで嬉しい。いいですけど、あるでしょう。今日4つ目やりました。でもちょっと安そうな。まあでも贅沢は言えません。だいたい痩せてるのはオスですね。メスはね、あんまり痩せてるの見たことない。またゆったゆったしてるけど、なんでしょう。でもヒラメのゆったゆった。ゆったの仕方がこっちとは違った感じでした。おお、またダブル。嬉しい。プレゼント撮りの時も言いましたけど、一発すごいのがいましたね。最近ちょっと見え始めたんで、ほんと注意が必要ですね、こいつ。ちっちゃいけどね、さっきの大きいやつよりこっちの方がいい。これもですね、さっきの大きいやつより2枚ともこちらの方がいい。もっこり感が違いますけどね。黄金ハム。ここでは自分は唐揚げが一番好きですけど、このサイズまで来るともうさすがに刺身でしょうね。火が通りにくい、ここまでバツリと。大ではありますけど、うまいじゃないかい。やっぱりいい時間帯にそういうものが来るんですね。ヒラメはおらんかったですけど、ヒラメより余裕でこっちの方がいい。もう12月の中旬超え、すごいの来たな。もったいないな。でも正月用に取っとこうかな、自分用に。正月に食べようかな。あの1匹でいい量が、まあそこそこいい量だったんですけど、今の1匹を見たんでもういい量が確定して、もうちょっと価値が違いますからね。12月もだんだん年の瀬に迫ってくると素晴らしいものが見れてよかったです。やったね、これは嬉しいな、本当に。最後シマエビ取って今日も帰りましょうか。よいしょ。これはね、おこぜ多いですよね。こう鍋の季節なんで名古屋うまいですよね。これ鍋に入れたらね、鍋の汁も美味しくなるし。
中桁も動き出しましたね。赤貝、今日1個お米かな。じゃあこれにて帰りたいと思います。よいしょ。お疲れ様でした。エビは今日は順調でしたね。今エンストしたろ。これは見逃さんかった。あれわざとエンストとかどうやってやるの？お疲れ様でした。カニは7。7。まあキャッチシーンを全部使うかどうかはちょっとわからないんですけど。はい。ヒラメが8。おお、すごいね。これもキャッチシーン全部使うかどうかわからない。はい。で、ヒバエビ。こっちにちょっと入れすぎ込んで、少し変えない。ヒバエビこれのかな？2つ。はい。もうどうかな？で、動画です。おお、動画多いね。動画は今日も順調です。でもだいぶ減ったな、さすがに。うん。2針だもんな。誰でもそれだけな。2そう針だもん。思ったらだいぶ減った。動画ございません。皆さんお正月を買うなら今ですよ。今買って冷凍しとけばいいのな。うん、今ですよ。おお、ガラ。今日はな、少なめこのよりですな。ちょっと少なめなんや。うん。おお、2つ。これだけ分。まあおりますね。この間よりちょっと少ない。この間多かったもんね。あとフグとな、フグおこぜがこんだけ。ちょっとヒラメは別にしましょう。はい。よいして。大きいのもな、おるんじゃけど泳がしております。あれれれれ。カワハギがおったんでそれをおかけしましょう。はい。肝醤油でね。はい。はいよ。肝パンでありますように。おお。やったね。笠岡泉舞は置いといて、よいしょ、こちら。読めないコーヒー、薩摩なんでもう間違いなく芋焼酎でしょう。自分の周りの焼酎の水たちはやっぱり麦より芋って言いますね。あ、コーヒーって書いてる。コーヒーです、間違いありません。芋焼酎コーヒー飲んでみたいと思います。いただきます。お、臭いというのかいい匂いというのか、半々ぐらいの感じ。すっきり。全然まあでもそんな飲むと臭みは感じませんね。全然キュッてきますけど、ちょっとねキュッと鼻にくるもんがあるのはありますけど、まあ気にならない。美味しいですね。焼酎に貝ひもは合うでしょうか。醤油だけです。砂糖とみりんで。これ紐のところにね、こっちの方が美味しいですよね。わさび大好きたっぷり派。バリうめえ、バリ合う、めちゃくちゃうめえ、ボッケうめえ。日本酒の方が合うかなと思ったんですけど、焼酎でもこれはできました。笠岡米です。ちょっと県南のお米なんで実はあんまり期待してなかったんですが、こう耕す時、ご飯が出来上がった時にこう耕す時にこのしゃもじの入り方がもうめちゃくちゃいいんですよね。スムーズに入るというか、あと粒がすごい小さい泉米。あと匂いも最高ですね。いただきます。もう友人からいただいたんですけど、食べる前に多分感想は県北には勝てんなっていう感想になってしまうだろうなと思ったんですけど、負けてねえというか、ちょっとかなり美味しい。これ笠岡にこんな美味しいお米があったなんてちょっとびっくりじゃな。これ粒もね一個一個際立っとるし、あと米が小さいんですよね。一個一個がコシヒカリより小さいんじゃねえかなと思ってこう米研ぎましたけど、ちょっとこれは本当驚きの美味しさでした。もうびっくり。あ、これイカはベイカです。でこれカワハギの乗ってますの、これは童顔ですね。で緑を最後乗っけて、でとどめにですね、当然この先ほどの肝を、カワハギの肝をチュルッ
とかけました。完成ですね。一応カワハギいっときましょうかね。カワハギメインなんで。これやな。いただきます。うんまっ、激ヤバ。もう皆さんもね、カワハギ肝焼酎は食べ慣れてるでしょうけど、やばい。平らぎっています。米うまいけど、やっぱりカワハギの肝はカワハギの身が合うようになっとるらしいです。今回もご視聴ありがとうございました。